Hello，大家，换座位后，坐在我后面的男生好像喜欢我第二集。这个剧名可以去掉好像了。总之，原本是班级小透明的尖山，在被招工人气校园男生告白完之后，他的校园生活就注定无法平静了。接下来，我们就继续来看看两个人还会发生什么心动的小故事吧。どこが好きかこれから知って助かる。こうやってダメなとこ指摘してもらえて。话说我上集没有注意到招工的字很漂亮哦。自分が損してでも誰かのためにってそれは真山の優しさだろ。朝宮，这是突然间又在上演哪一出了？该不会是尖山的梦境吧？俺のこと好きってさ、それは友達として好きって意味だよね。美梦该醒醒了。なんて夢見てるんだ。俺が真山のこと好きだって思うところで。あの日から朝宮の不戦攻撃は激しくなる一方で。但是你也不排斥，因为你把它收藏下来了。なんかいいことあった？だって珍しいじゃん。晴れが早起きするなんて。你的心情都可以被人一眼看穿。寝癖ついてる。あ、これはこのままでいい。行ってきます。头发翘翘的才能被老公摸。寝癖ちゃんとそのままだ。3日に1回は触りたいでしょ。できれば毎日だけど。この間の俺、前に朝宮購買で買ってくれたでしょ。朝宮？俺が死んだら一緒に棺に入れてくれ。太浮夸。腐っちゃうから。我觉得招工看到那面包应该心情复杂啦。虽然收到他的谢礼很开心，可是不希望他们两个的关系还是这种一来一往的客气。付箋書くの大変だろうからペース落としてもらって大丈夫だよ。結構ペース落としてたつもり。え？まだほとんどかけてないから。那你要不要干脆用讲的？见你们现在就常常见面，有什么话直说好不好？一緒にいて楽しいとも思う。朝宮って誰かと統合するなんて珍しいじゃん。朝宮と友達になるってことは一軍の皆様とも関わらなければならないってことだ。榊また別れちゃったの？最長何ヶ月今まで付き合った人？でも別世界の会話だ。是吧？融入不进去话题。今気になる子いないの？いるかも。いんの？真山とかありかも。俺ストライクゾーン広いから全然いけちゃう。いや、それは悪いけど他当たってくれ。总共开始警惕的，本来都头撑着，在那边冷冷的回话，看呆了。朝宮って鍛えてたりする？別に。还没有，駅までダッシュするくらい。没有屁嘞。すごいね。俺はどんな真山でも好きだけど。いや、好像不是这个重点了。待って、上着着てもらってもいい？今日持久走だし汗かくから。だからだよ。この前ちょっと透けてた。变态，一直盯着人家看。今日ジャージ。俺の着ていいから。他のやつに見せるわけにはいかない。哦，这样子肩上会热还是保护自己，避免被那个变态盯着看。朝宮の匂い。多分朝宮の言う好きってのはいわゆる一軍の人が言う軽いやつなんだよな。はい、じゃあ2人一組になってストレッチ。就是应该要在这种时候不让你落单嘛。痛い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 。ノーギブ。無理。終われる。残念。可惜什么啦？你锻炼他的柔韧性要干嘛？タンママジで人に散々やったんだからこれくらいは。我难道这一切都是招工的计划吗？
体育老师有2个人在偷懒。おい何イチャイチャしてんの。山が入ったか。朝宮お前もっと早く走れるだろ待ってて、一周遅れてまた会おう。真山さ朝宮と急にめっちゃ仲良くなってない？そうかだって最近朝宮さ、俺らより真山といる方が長いもん。这种情节真的太经典，万能老公主动接近你，让周围的人都投来羡慕的目光。所以你有没有追上他？真山ちょっとこっち。这是怎样ごめん啦？お待たせ。待っててって言ったのに。榊たちと一緒に走ってた。これからは気をつけて。はい。話があるってそのこと？朝宮が話あるって。続けてもらいま什么意思啦？遠い存在なの思いっきり近づいちゃえよ。遠い存在って俺が？你看赵公其实很そ想问。れはなんというか、汗かいたからその風が。真山が寒そうだぞ朝宮。温めてあげて。哎呦，你们2个不是每个人都那么喜欢这种玩笑啊。こうしないと終わんないだろ。まだ遠い？哎呀，好土哦，这种情节。我靠！真山の匂いがする。好きってさ、朝宮の言ってくれる好きって友達としてでしょ。赶快把误会理清，な挺好。わけないじゃん。取れてた？バッチリ。これ万発間違いないよ。哎呦，你们哦，有没有考虑过当事人感受？あげたら殺す。削除する前に俺のスマホに移してる。それはなぜ？因为我要放在心里面收藏。真山ちょっと。你们又要干嘛？ごめん。对嘛？あの後朝宮に結構ガチで怒られてさ。朝宮ってさ、俺ら以外と全然喋んないじゃん。我觉得这赵公也是有点伪君子哎，因为自己也是很享受那个抱抱，很享受那个不得不为之的拥抱。朝宮だけじゃなくてさ、俺らとも遊んだよ。いや、俺なんか。好啦，看来这2个也是有成長線的啦。こうやって話してみると、榊も常川田も普通のクラスメイトなんだ。是吧？きっと朝宮も。也许可以靠近老公进一步。また俺のいないところで2人と。友達だから。榊も常川田もそれを制限されるのは嫌だ。ごめん。はい1個提案。そろそろ文化祭の準備始まるだろ。真山さ、俺たちと一緒に企画担当やろうよ。いいんじゃない？じゃあ決定。よっしゃ行こうぜ。周公可能也意识到自己有点管剑山管太多了哈，这还好，现在有好朋友打圆场了。文化祭の企画担当無理やり巻き込んじゃってないよな？いつも気にしてくれるよね、朝宮は。俺が嫌じゃないかどうか。ベランダで抱きしめたのも嫌だったなら謝りたい。我才觉得尖山你的接受范围太广了啦，什么体育课穿外套这个，然后你还觉得温柔。またね。朝宮の好きは友達としての好きじゃなかった。是什么意思？如果尖山没有回头，你是不是要举着手，直到目送他走远？いつかちゃんと返事をしないといけないのかな。気持ちは嬉しいです。ごめんなさい。何の話？逆に決まってんじゃ Oh ん。 my 山の god！ ことなんて好きになるわけねえだろ。居然还被这样捉弄过。行，那我理解你为什么会觉得招公温柔了。こんな自分に朝宮は釣り合わない。不要这样想啦。朝宮も一時の気の迷いでしかないんだろうから。这集刚开头啊，我是真的不是很喜欢招公跟那2位朋友的表现的，就是他很明显造成尖山的困扰了，尖山也是一脸很有负担的样子，结果尖山还是心里反复 OS 觉得招公对他好温柔，我心里想哈。
不过当然后来我慢慢理解了啦。首先这3位帅哥，3位校园风云人物呢，是知错会改的类型啊，这点倒是挺不错的哦。知道自己造成了人家困扰之后，还会低头向人家道歉。然后招公貌似在这之后也意识到自己好像真的对坚山造成了不小的负担，所以也跟他说不好意思。再加上在这一集结尾稍微回顾了一点点坚山以前被捉弄、被打击、被贬低的经历，那我好像可以理解坚山为什么觉得这3个朋友挺好的。此时此刻的坚山呢，可能还没有办法真正的长出自信，所以现在的他还是觉得自己距离招公有点远，还是觉得自己可能配不上他，还是怀疑招公到底是不是真的喜欢自己。可是很明显，其实他内心里对于招公接近自己还是有点开心的。所以呀，我觉得他真的要赶紧调整一下心态，不要每次招公想要接近他的时候，就这样子一脸为难，一脸不知所措，很有负担，搞得好像他被性骚扰了一样。结果下一秒他的 OS 就想起，其实招公同学还挺好的，人挺温柔的。我想，好，所以你是抖 M 吗？就是如果他能坦率一点的喜欢，光明正大的喜欢表现在脸上的话，可能观感会好一点，可能他自己也会自在一点哈。也不只是他，连招公我相信也会比较放得开吧，也会松一口气，觉得幸好我的行为没有造成坚山的困扰，幸好他没有讨厌我。不过就经历过那样子的霸凌的坚山而言，这可能还有好长一段路要走哈。行，这一期就看到这边，下次见，拜拜。Hello， 大家，换座位后，我发现坐我后面的，等一下哦。Hello， 大家，换座位后，坐在我后面的男生好像喜欢我。